ご視聴ありがとうございます。2日目の朝です。ホテルの1階にあるレストランで朝食です。ビュッフェ形式で品数も多く、ディスプレイもおしゃれでした。地下鉄で名古屋駅まで移動し、電車に乗って犬山駅に向かいます。名鉄の特別車両、この旅で何度もお世話になりました。プラス360円でゆったり指定席。最高です。快速特急に乗って25分で犬山駅に到着しました。駅舎の窓から犬山城が見えます。犬山城までは徒歩だと約20分。少し距離がありますが、散歩がてら歩いていきます。途中で見つけた椿の花がきれいに咲いていたお寺。円行寺さんです。推定樹齢300年を超える大きなしだれ桜が満開でした。円行寺さんからまた先に進むと、猫ちゃんが店番しているカフェを発見。開店前でしたが雰囲気良さそうで、帰りに寄ってみようと思ったのに結局寄らずに帰ってきてしまいました。後で調べたら自家製チーズケーキが自慢と書いてあって、チーズケーキは大好物なので寄らずに帰ってきたことをなおさら後悔しました。犬山城へまっすぐ伸びる本町通りに入りました。通りの両側にはお店が立ち並び、風情ある街並みを楽しめます。犬山城のふもとまで来ました。三光稲荷神社や猿田彦神社、張綱神社があります。三光稲荷神社の中を通って天守へ向かいます。天守までは上り坂が続きます。石段の半分はスロープ状になっていて、ベビーカーを押して登っている人がちらほらいましたが、勾配や凸凹があるのでベビーカーを押して登るよりはおんぶや抱っこの方がいいと思います。ただ、天守内も古の時代からの歴史ある建物なので、傾斜のきつい階段や最上階の巡る園など大人のフォローが必要になります。城下町にはたくさんのお店があり、食べ歩きや人力車などお子さんが小さいうちは城下町だけでも十分楽しめると思います。犬山城の築城は1537年。織田信長の叔父織田信康によって木下城より城郭を移して築かれたと言われています。排水溝の蓋に桜の絵があしらわれていて可愛かったです。天守内には千手図や甲冑なども展示してあります。
最上階の高欄の間には歴代城主の肖像画が展示してあります。目黒園に出て一周しながら360度遮るもののない景色を楽しめます。遠くの山の頂に小さく岐阜城が見えます。ただ、私は特に高所恐怖症ではないのですが、高欄の高さは低めですし、あまり高欄には寄らず壁側に寄ってないと少し怖かったです。庭のある方向、奥の方に名古屋駅の高層ビル群が見える手前に小牧山城がありますが、こちらは肉眼で確認するのは難しかったです。天守から坂を下って張綱神社へ参拝。御祭神は尾張播磨根村寺の命、安産、子授け、八方女、厄除け、長寿の神として崇敬されているそうです。その後、三光稲荷神社で参拝してお金を払うと何倍にもなって帰ってくるという銭洗いをしてみました。城下町で小腹を満たすことに。来る時と違ってお店も開店し、人がたくさん増えていました。見た目の可愛いスイーツ系やお肉などがっつりしたものなどいろいろあって目移りします。選んだのは色気より食い気を優先した霜降り牛タン。柔らかくて美味しかったです。犬山駅まで戻って構内のカフェでドリンクを買い、やってきたのは岐阜公園。名鉄岐阜駅からバスで約15分、220円です。岐阜城へ行くにはここからロープウェイに乗ります。料金は大人1人往復で1100円で、乗車時間は5分程度。10分から15分間隔で運行しています。ですが、この日は私が列に並んだ時点ですでに35分待ちと言われ、臨時運行もしていたようですが、結局45分待ちでロープウェイに乗れました。ロープウェイ以外で岐阜城に行くには徒歩での登山しかなく、ルートにより45分から1時間くらいかかるそうです。一番緩いコースでもそれなりに段差のある場所があるらしく、またロープウェイに乗ったとしても岐阜城天守まで軽く登山があるので、岐阜城に行く場合はスニーカーを履いていった方がいいです。岐阜城は元は稲葉山城として斎藤道さんの居城で、後に織田信長が岐阜城に改め天下布武を掲げた地です。帰りのロープウェイは行きほどは待たずに乗れました。景色もいいのでもう少しゆっくりして資料館なども入りたかったのですが、名古屋市内でもう1カ所行きたいところがあったので早めに名古屋へ戻ります。犬山から電車で40分くらいだったので岐阜城にも行ってみようと思い行ってみましたが、今回のようについでではなく、今度また改めて岐阜県メインで訪れたいと思っています。名古屋駅からバスに乗り徳川美術館へやってきました。国宝、重要文化財など徳川ゆかりの品々や再現された茶室などが展示してあります。
徳川園も見学しました。この日はちょうど徳川園期限の日だったらしく、無料開園日でした。名古屋駅まで戻ってきました。17時30分前で少し早いですが夕食にします。疲れていてお店を探す元気がなかったので、駅構内のレストラン街で済ませようとしてみたのですが、早めの時間にもかかわらずどこも満員でした。ギリギリ待たずに入れましたが、食べている最中に10組くらい並んでいました。地下鉄で伏見駅へ移動し、今夜のホテルへ向かいます。ホテル&ルームス名古屋伏見さん。スタイリッシュなデザインのホテルです。明日は旅行最終日。最後まで楽しみます。ご視聴ありがとうございました。